皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1095日となりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1140名、戦車15両、装甲戦闘車9両、砲66門、ドローン155機、その他車両140両となっています。戦線全体では、1日で112回の地上戦の報告がありました。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。今日のアメリカ株式市場の暴落はトランプ大統領の発言にも影響したのでしょうか？ AFP 記者ダニー・ケンプ氏は SNS で各州知事との懇談会でのトランプ大統領の発言を伝え、プーチン大統領との会談は非常にうまくいったが、ウクライナとの会談はそれほど良くなかったと述べ、ウクライナについて切り札はないが強硬な態度をとっていると述べるなど、独裁者に比べ批判のトーンが下がりました。その後、FOX ニュースのインタビューでは、今日ゼレンスキー大統領からかかってきた電話には出るのかと質問された際、私はそのような駆け引きをしないと発言し、電話には出ると示唆しました。さらに、トランプ大統領は、ロシアに誘拐されたウクライナの子供の返還を支援するかどうか質問され、できると思いますと回答し、ロシアが交渉を望んでいるかどうか見るには、その点がサインとなるかもしれないと付け加えました。どうやら人間の感情に訴えかける質問には、普通の回答をする傾向があるようです。また、ラトニック商務長官の就任式に出席した際には、プーチン大統領とゼレンスキー大統領は、何百万人もの人々の命が失われないように協力しなければならない。ロシアの戦勝記念日にモスクワに行かない。ウクライナとの鉱物資源協定の締結に近づいていると、西側国家の大統領として、比較的真っ当なことを語りました。ちなみに、イーロン・マスクは、ゼレンスキー氏は、戦争で国民の死体を糧にして生きていると非難しました。2番目。一方、プーチン大統領は、月曜日にも、ウクライナ戦争で勝利を宣言すると伝えられています。ウクライナ主要情報総局 GUR は、ウクライナ戦争から3年目にあたる月曜日、プーチン大統領は NATO に勝利したと宣言する可能性がある。これは、情報戦で西側諸国の敗北を意味する可能性があると伝えています。トランプ大統領がロシアの発言を引用し、戦争は終結したと宣言する可能性もあるとのことです。また、ロイターは各国で凍結されているロシア資産3000億ドル45兆円について、ロシアは3分の2を放棄してウクライナの復興に充てることに同意する可能性があると伝えました。ただし、関係者の一人によると、その一部はロシア占領地に割り当てるよう求めているとのことです。凍結資産はロシア中央銀行が各国に預けていた準備金がほとんどで、その大部分はベルギーのユーロクリア予託銀行で凍結されています。G7 各国はウクライナの損失の賠償を支払うまで、これらの資金は凍結されたままになると発表し、利息はウクライナの支援に活用しています。3番目。国際戦略研究所やディフェンスエクスプレスは、アメリカがウクライナに軍事支援をやめた場合、欧州が支援できるのかどうか検討しました。ちなみに、ウクライナでは、現在 30% 以上の武器がアメリカ製となっていて、
パトリオットの防空ミサイルは数が少なくなっていると伝えられています。それによると、可能だが、欧州は追加で1000億ドルから3500億ドル、15兆円から50兆円必要となると結論付けました。その場合でも、クラスター砲弾、パトリオットやハイマースのロケット弾は欧州で製造されていないため、アメリカから購入できるかどうかが重要となります。それ以外には、欧州製の兵器のほとんどには、重要なところにアメリカ製の電子部品やソフトウェアが使用されているため、これらの部品が引き続き利用できるかどうか、欧州独自で開発して置き換えられるかどうかもポイントとなります。また、イーロン・マスクのスターリンクは代替可能としていて、クルスクのウクライナ軍では、スターリンクを使用せず通信しているとのことです。一方で、アメリカは、ウクライナに一切の兵器を売らない、部品もソフトも使用してはならないと決定するのも非現実的で、ロシア軍が日に日に退化し、弱体化していることなど考えると、戦争が長期化し、お金はかかり、苦労は続くが不可能ではないという結論になるのではないかと考えられます。それでは、各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は大画面でフルスクリーン表示にしていただくと、街並みや日付とともに追いかけることができます。説明にあたり、過去に海外で起きた事件を参考に、ルジアンやルシアン軍など、YouTube 用に最適化した表現を使用しています。北東部クルスク、ハルキウ方面。双方が攻撃と奪還を行っているクルスクとハルキウ方面の戦況についてお伝えします。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は晴れ。最高気温-7度、最低気温-18度。今日の天気予報も晴れとなっています。この先1週間ほど、場所によっては-20度以下に冷え込む予報となります。この方面で、ルシアン軍は3回の攻撃と17回の空爆を行いました。1番目。スベルトリコボでは、昨日の動画でルジアンが前進した可能性があるとお伝えしましたが、位置情報付きの映像によると、ルシアン軍の第106空挺師団の第51空挺連隊が集落全体をほぼ占領しました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第36海兵旅団のもので、集落南の地図の場所で、枯れ木に隠れているルジアンたちの様子を観察しているところとなっています。戦況図では、集落の東と南の一部を除いたほぼ全体で、ルジアンが300メートルほど前進したとして更新しました。2番目。スジャ北東にある高速道路付近の地図の場所にある森林では、ウクライナ軍が前進を試みていて、この場所がウクライナ軍の最前線となっていることがわかります。ご覧いただいているのは、ルシアン側のアフマト部隊の撮影したもので、地図の場所にいるウクライナ軍の歩兵を観察しているところとなっています。この攻撃の成否は今のところ不明となっています。それ以外では、スジャ南東のチェルカスカヤコノペルカ、ファナセーフカでルシアンが反撃した情報がありますが、奪還にはつながらず、戦況図に変更はありません。ハルキウ方面。この方面で、ルジアンは3回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退し、こちらも戦況図に変更はありませんでした。北東部ルハンスク州方面。東部チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で5回、スバトベクレミンナ戦で3回、シベルスク周辺で2回、チャシフヤール方面は2回、トレツクの方向で8回攻撃を行い、次に述べるシベルスク周辺で変化があった以外は、戦況図に影響のある情報はありませんでした。シベルスク周辺。この方面では、ルシアン軍の機械化攻撃の勢いは低下し、小規模な陣地戦が続いています。そのうち、
ビロホリフカの北のドネツ川沿いの場所では、位置情報付きの映像によると、双方が攻撃を行い、双方がわずかに前進しました。まずご覧いただいているのは、地図の三日月湖地帯にあるウクライナ軍陣地で、次に、その南東の地図の場所にいるルジアンの様子となっています。この付近で、最後に、戦況図に変化のあったのは昨年の8月頃ですが、戦況図では、その範囲をそれぞれ前進したとして更新しました。南東部、ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面では31回、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で11回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面では、ルジアンは歩兵の突撃を行い、反対にウクライナ軍は防衛に重要な地点で反撃を行っています。ウクライナ軍のトレフボフ報道官は、ウクライナのユナイテッドニュースに連日登場し、敵はこの方面で行き詰まり、苦戦していると述べ、敵がさらに前進するためには、追加の部隊を送り、再編成が必要となると親切に教えてくれました。また、ウクライナ軍の第37海兵旅団のボブコフ通信将校も、ソーシャルスタジオという番組で、この方面の戦況について、昨日敵は、戦車2両と装甲車両8両を使って攻撃を行ったが、我々は何とか撃退した。敵は2週間か3週間ごとに車両を使用しては我々に破壊され、その後、しばらく歩兵だけで地雷原に突っ込ませて突破を図っている。しかし、不思議なことに兵士の数は維持されていると説明しました。1番目。ポクロフスクの東側のゼレニポールでは、昨日の動画でルジアンが前進した可能性があるとお伝えしましたが、その後、複数の情報を総合すると、ルジアンは、まず、池の西側に集結し、その後、南から集落に入り、半分ほど占領したことが分かりましたので、そのように戦況図を更新しました。面積は3平方キロになります。2番目。ポクロフスクの南にあるリシフカでは、昨日の動画で、ウクライナ軍が集落を奪還したとお伝えしましたが、その後、ルジアンが反撃を行い、一部は集落南東のため池のほとりで地雷にかかって撃退されましたが、一部は集落に入ったとの情報があり、ウクライナ軍がドローンで排除しています。今のところは、戦況図に変更はありません。3番目。激戦となっているピシチャネでは、ルジアンが再占領を狙って再度突入し、ウクライナ軍がドローンで排除していますが、今のところは戦況図に変更はありません。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第32機械化旅団のアンブレラ部隊のものとなっています。4番目。ノボエリザベティフカからナディーフカの間では、位置情報付きの映像によると、ルジアンが複数箇所で攻勢を仕掛け、ウクライナ軍が撃退しています。映像は、ウクライナ軍の第59国家警備旅団のものですが、その位置から、畑1枚から2枚ほど、ルシアンが占領したとして更新しました。面積は7平方キロになります。コスティアンティノピル方面。この方面で、ルシアン軍は、ウラクリーに空爆とドローン攻撃を行い、その後市街地に入り、旗を立てて占領を主張しました。戦況図でも、その範囲を、係争地からルシアン軍が占領したとして更新しました。面積は6平方キロになります。ベリカノボシルカ方面。この方面では、ルジアンが北に前進し、ウクライナ軍が徐々に後退しながら損害を与えています。そのうち、ベリカノボシルカの10キロ西にあるノボシルカでは、複数の情報を総合して、ウクライナ軍がすでにいないことから、ルジアンが占領したとして更新しました。後方地域。詳細は不明ですが、クラスノダールの3カ所でドローン攻撃があり、
そのうち変電所の建物に火災が発生したとの情報があります。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面で、ルジアンはザポリージャ方面でのみ6回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退し、戦況図に影響のある情報はありませんでした。その他、トランプ大統領を応援する保守系メディアは、トランプ大統領がボケたと言わんばかりに、ウクライナとロシアについて親切に教えています。バビロンビーでは、トランプ大統領、ウクライナとロシアを取り違えていてはいけませんよ、と親切に諭し、プーチン大統領はウクライナを指し、チーズみたいな穴だらけの国はいらない。ロシアには、こんな穴は開いていない。誰が、ウクライナに、こんな大きな穴を開けたのかと言ったと、皮肉を込めて伝えています。また、別のトランプ応援メディアのニューヨークポストも、トランプ大統領宛てに、大きな写真付きで、こっちが侵略者ですと親切に教えて差し上げました。今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連する Twitter、ノート、Telegram、ニコニコ動画があります。ニコニコ動画では過去の動画を順次掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。